こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、バイオーム探しの遠征の最中からゲーム再開です。モチベーションは大丈夫なの？いけそうです。ピラミッド企画の方がいい息抜きになりました。もうなんだかグダグダね。でも、これが割と本音だったりするんです。さて前回は、期待を込めていた海洋バイオームでキノコ島が見つからず、マイクラの手のひらに踊らされました。今からはその反省を胸に刻み、無心を心がけ、ただひたすらに決めたルートを走破します。まあやっていることは変わらないんだけどね。さて現在地は地図42枚目の北コース。まずは地図8枚分の計16キロを東に直進していきます。さて、出発2分でトンネルらしき地形を見つけました。またすぐ寄り道するのね。いえ、ここの判断はかなり重要です。トンネル一つをくぐるか否かが将来に影響し、数時間後の私がプレイし続けられるかが左右される時もあるんです。あれはゾンビかな。クリーパーもいるわね。断念します。まあハードコアだものね。いえ、決してクリーパーに恐れをなしたからではありません。火薬を拾ってインベントリが圧迫されると後々大変だという判断です。捨てればいいじゃないの。さらに1分後、カボチャを見つけました。まあ取ることに決めているので引き続き取りますが、なんだかやはりカボチャではモチベーション回復量が乏しいんです。大したレアではないものね。しかし意外なことに、ここで私の金銭に触れてきました。このちっこいカボチャ、和みます。これが世に言う萌えってものなのでしょうか。まあ植えたらカボチャが燃え出すわね。そこから3分進んだところで、寝ぼけたゾンビが昼の山脈を徘徊しているようです。日光に弱いだけで夜行性というわけではないでしょ。固まってますね。視点をやめて怖いです。何をやっているんだか。なんか、真っ昼間の徘徊ゾンビに燃やされるのは屈辱的です。うおー人参落としてるし。さて実は、エンダーチェストにはまだ結構空きがあったりするんです。この遠征で今から作り足す地図はあと4枚だから、かなり余裕はあるわね。5行目の遠征まででしたら余裕です。で、ひょっとしたら拠点によらず6行目の遠征に突入する可能性まで考えると、結構ギリギリなんです。まあそういうわけで、さて先ほど見つけたトンネルをくぐりに行きます。うわ違うし。で、まず2キロ走破です。ちなみに金の人参の消費は、地図1枚走り抜けて2つ3つという感じです。大抵はどこで食べても特に問題ありませんが、時々ウサギが襲ってくるので注意しないといけません。馬にも注意が必要ね。その先は短い海洋がありました。最近は船を回収するときに剣を使うようにしています。理論上は一撃で回収できる分だけ拾いそびれにくいはずなんです。うまくいってないようだけど。まあ理論上の話ですし。そして4キロ地点に到着です。乾燥気候に入ったわね。まあでも無心で直進するのみ、決してメサのことは考えません。さらに6キロ地点です。まだ乾燥気候が続いているわね。気にしたら負けなんです。そして8キロ地点。地図1枚目の真北に戻ってきました。乾燥気候抜けちゃったわね。つまり、気にしなかった私の勝利です。さて、ここから先は地図を作成しながら進んでいます。で、左に見える大河が気になって仕方がないのですが、さすがに見つけすぎよ。おそらくこれは7箇所目のメガ大河です。以前見つけたメガ大河から一続きってことはまずなさそうなので、もはやありがたみすら感じません。なおメガ大河は3分も進んだらあっさり抜けたので、ここの1キロ北か南でまたメガ大河に出くわしそうです。ウサギは追ってきてないですよね。警戒しすぎよ。でも、餌くれくれとせがまれている目の前で食べるのは、ちょっと嫌なんですよ。
さて、ゲーム再開してから10キロ地点まで来ました。依然として無心で進みます。お目当てのバイオームをかけらも見かけないものね。で、そこから8分。やっとまたトンネルの気配がしてきました。あれ、これ違うの？確かに気配はしたのですが。うおっとやはりトンネルだったのか。なんなのよトンネルの気配って。過去のプレイ経験から導き出した感です。あ、クリーパー。ダメだ。うおーなんでこんなについてないの？無心になりなさいよ。そしてイカと衝突したところで12キロ地点。あと4キロです。さてこの地図は、前回前々回とキノコ島探しに明け暮れた地図のすぐ北に当たります。要するに、広いと見込んでた海洋の片割れがある地図よね。雰囲気的には南からここまで海洋が伸びてなさそうなので、まあ片割れの方は探索しないで正解だったようです。ふおー？ちょっとこれは予期しなかった出来事なんですけど、ラグさんによる位置ずれが生じているのはわかりますが、剣でなら船の実態に触れられるってことでしょうか。まあ破壊して回収することはできなかったようだし、押すのが限界のようね。なんだか未知なる可能性を感じたのですが、なんともならないようです。さてそこから1分走ったところで、怒りモードの狼に出くわしました。つい反射的に阻止し始めましたが、まあどうせ助けられないことはわかっています。すばしっこいものね。追われているのはウサギか。一度でいいから救出してみたかったのですが、うおっと、さすがにこれは予期せぬ展開です。狼が身動きしづらそうね。ひょっとして救出チャンスが来たんでしょうか。と思ったらラグさんが干渉してくるし。逃げた。うおーいけそう。今度こそ助けられそう。ってなんでそんな池のそばに。チャンス阻止しに来たのかしら。まあブロックをギリギリ置けるのでいいのですけど、奥からの上陸も防いでおいて、これで、救出成功と言っていいんじゃないでしょうか。まあこの後ウサギが池に飛び込まない限りね。急いで現場を離れ、決して振り返らなければ大丈夫です。さてその2分後、まずまず地面にめり込む木を見つけました。おそらく洞窟の入り口なのでしょう。見事に入る隙がないわね。ちょっと気になるので葉っぱ撤去してみます。ラグさんの妨害には負けません。まあ予想通り洞窟の入り口のようです。ておー、下田。リンゴが出てくる可能性を考慮してませんでした。また無駄なものを拾ってしまうのね。インベントリの枠がもったいないですが、責任感から拾わざるを得ません。さてその後、14キロ地点を通過して、東の端まであと2キロです。で、地図を作りたいのですが、周囲に陸地は見当たりません。ここで作るしかないわね。まあちょっと手間がかかりますが、こんなこともたまにあるので常に水蓮の葉を持ち歩いています。そして4分ほど進んでみて、どうもこの海洋が広そうな予感がしてきました。まあまだ判断は時期尚早ね。さらに4分で、やっと東の端の16キロ地点に到着です。海が尽きてしまったかしら。ちょっとこれだけではなんとも。これはもしや絶景かもしれないです。溶岩が両側から流れているのがいい感じです。深さも十分あって溶岩が入るわね。そしてそこから南コースに移動中のところで、今の陸地が島だったことが確認できました。広い海洋の可能性が高まったわね。で、南コースの東端に着いたところで今回はここまでです。となると、次回はキノコ島ショック第2弾かしら。まあこの海洋がキノコ島探索の候補になり得そうなのは確かですが、問題は地図置き場なんです。リスポーン拠点上に建てた地図置き場では、この地図より東に地図を展示することができません。地図置き場を拡張すればいいじゃないの。まあそうなんですけど。ともかく、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。